皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、フジテレビ問題です。つい先日、フジテレビが記者会見を行い、それが非常に長時間だったといったこともあって、大きな関心が集まりました。実際、視聴率について言っても、この時間帯としては、フジテレビとしては、高視聴率だったそうです。ただし、長時間過ぎるといったこともあり、ほとんどの人が最後まで見ることはできなかったでしょうし、記者会見の内容そのものも何か大きな新しい事実が提示されるわけでもなかったことから、かなり質問と回答がぐるぐると同じところを巡り巡っているような感じがある、ちょっと取り留めのないものとなっていました。しかし、その記者会見の翌日には全く別の話題でこの話は報道されました。注目されるその最初の出発点であった週刊文春が前提となる部分について大きな変更があることを発表し、これが大きく報道されたのです。当初、中居正広氏と X とされる女性の間でトラブルが発生したその当日についての状況説明がかなり異なっているのです。週刊文春は当初、フジテレビの社員が食事会の場をセットし、中居正広氏とその他多くの人たちが来る中において女性も呼び、実際に女性が出かけてみると、その他の出席者は誰もいない状態で中居正広氏と二人きりとなり、その後トラブルへと発展していったといった流れが報じられていました。ところが今回の修正においては、そもそもそのトラブルが発生した当日においては、フジテレビの社員は全く関わっておらず、女性は中居正広氏本人からの連絡があったという話へと、がらりと状況説明が変わっています。ただし、女性はその話の前段として、一月前において中居正広氏とバーベキューの食事会があり、多くの参加者があった大勢の中での接触があったことを話しています。その時の食事会においては、フジテレビの社員からの誘いがあり、そこへ出席していた。その後の連絡だったので、きっとこれもフジテレビ側が手配したようないわゆる延長線のようなものだと認識していたという話へと、週刊文春の説明が変わりました。前提条件としてかなり変わったなというふうに思うので、週刊文春の当初の報道が間違っていたと言っても全く過言ではないでしょう。週刊文春は今回の訂正についてはもっと以前から分かっていたし、記事内容についてもそれを反映していたという話をしています。しかし、はっきりと訂正しましたよという文言で発表したのがフジテレビの記者会見の後だったものですから、非常に長い時間やり取りしていた記者会見のそのやり取りで全く無駄な話というものもたくさん出ていたなということになってしまいました。それこそ週刊文春はこの誤報に際して自分たち自身も説明責任と、そして記者からの質問を受け付けるような記者会見を行うべきでしょう。この話を受けて少しこのフジテレビ問題に対する風向きが変わったのではないかという人がいるわけですが、実は問題点そのものは別になくなったわけではありません。まず最初にこのフジテレビ問題が大きく報道されることによって、私は過去にも被害を受けたといった人が名乗り出ているといったこともありますし、私はそうしたセクハラやパワハラを見た、聞いた、知っているというような発言をする人も様々現れました。だからこそフジテレビは今回の件だけじゃないでしょというふうなことを疑問視されているわけです。また、たとえ A 氏がトラブル発生当日において連絡していなかったとしても、中居正広氏と女性との間においてトラブルが発生したという事実そのものは何ら変わりません。あるいはその後、弁護士同士の話し合いなどもあって示談を決め、当日何があったかについては私費義務があり、詳細は話せないものとしています。そこからの問題としてフジテレビはこの問題を把握したわけですが、そこにも問題点は残ったままです。まず第一にこの問題、社長のところまで話は回っていったわけですが、女性のプライバシーを守るという名目のもとに、フジテレビ社内におけるコンプライアンス部門において、この問題が共有されていませんでした。取締役レベルにおいても、週刊文春の記者がやってきて問い詰められるまで、私は知らなかったと話している人もいます。そして、現場にそうした情報が伝わっていないこともあり、中居正広氏は女性との間におけるトラブル発生、示談といったものがあった後も引き続き番組に起用され続けましたし、新規の番組
費用なども行われていました。女性のプライバシーを守り、そして女性の権利を大事にすると言いつつ、少なくともトラブルの加害者側であろうタレントに対しては、従来通りの仕事を確保しているようにしか見えないわけで、これは明らかに会社の対応としては間違っていると私は思います。対応するにしても、会社の法務部やコンプライアンスの専門部署に対してこの情報を共有した上で、どのように対応するか、会社の一上層部の中だけで話を握るのではなく、会社の事業としてどう判断するかを決めて全体で対応すべき話だったと私は思います。そして、第三者委員会が調べるべき話というのは、このような情報共有がなぜなされていなかったのか、その対応が適切だったか不適切だったかという話を調べると同時に、先ほども述べたようなフジテレビにおいて今回の一件だけではなく、今回の一件にまつわるような業務時間外の人の集まりの場において、セクハラ、パワハラといったものが仕組みとして存在しなかったか、またそういったもっとひどい言葉といえば、正常脳の悪い習慣がある特定の人物やもしくは事業部などにおいて繰り返されていなかったか、過去であったのではないかといった疑惑に対して関係者やもしくはそうした話をしている人たちに事情聴取などを行ってどこまで事実を突き詰めて調べていくか、このあたりの話を真相を追求していかなければならないでしょう。こうしたフジテレビ側の問題と同時に、先ほども述べたように週刊文春が誤報とも言えるような情報でこの話題に火をつけたわけですから、間違っている部分については名誉毀損やもしくは業務妨害、損害賠償といった話へと法的措置を取るといったことも、これもまたフジテレビ問題とはまた別な話として、それはそれでフジテレビは対応すべきことでしょう。また、たとえ名誉毀損などで訴えられても大した罰金じゃないからみたいな形で誤報がもしも意図的に行われているとしたら、これはあまりにもやっていることに対して罰が軽すぎるわけですから、名誉毀損などに対してもっと罰金を積み上げるような算定基準の見直しなども政治的には議論すべきことでしょう。というわけで今回はフジテレビ問題、話題の発端となった週刊文春が記事を訂正しました。それに伴って結構印象の変わるようなこととなっているわけですが、タレントの中居正広氏が女性との間にトラブルがあったことそれ自体は事実ですし、そのトラブルの中身がわからない現状にあったとしても、フジテレビで番組に出続けたといったことは私の目から見たら異常だと思います。少なくとも中身が言えなかったとしても、テレビ局は何らかの口実をつけて番組を畳むべき、そうした場面だったと思います。そして今回の動画では話をしていませんが、最終的にフジテレビの対応に問題があったというような第三者委員会の結果が出るとするならば、その時には改めて経営陣やその富士山系グループ全体の相談の役の日枝氏のような今表に出ていないさらなる上の人も責任追及の場に顔を出すべきです。企業風土全体に問題点があるとなれば、それは何も現場の責任ではなくもっと上の方の責任にもなると私は思うからです。皆さんは今回の話どのように思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。通常こうしたちょっと非政治的な話題については取り上げることは少ないのですが、時事的な話題については何でも取り上げるようなこともちょっと考えています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。